世界一面白いアクション RPG。これを目標にゲームを作ります。なんかこの技ダサくないですか？これね、ずっと前から思ってたんだよね。この技。MP を消費してね、衝撃波を打つっていう、結構うちのゲームにしては派手めの技なんですけど、判定がね、かなりこんな感じで広かったりとか、あと相手に当てた時にガードを打ち破ったりだとか、ダウンを取れたりとかっていう結構性能自体はね、かなり強めの技なんですけど、だからこそね、やっぱりこのモーションのダサさというかね、なんか気になっちゃうんですよね。というわけで今回はこの技をね、性能はそのまま据え置いて、見た目だけね、もうちょっとかっこよくしていきたいなと思います。早速行ってみましょう。まず最初に、この攻撃ってなんでダサいと思いますか？いろいろね、考え方はあると思うんで、一概にどれか一つが正解というわけではないんですが、僕が思うには、このモーションね、足を止めてるのが一番問題だと思うんですよね。うちのゲームって結構ね、戦闘中に割と激しめにずっと動いてて、最近だとね、ライブ配信中とかにも、戦闘のスピード感が好きです、みたいなコメントをいただけるようになってきました。昔はね、結構逆で、もっさりというかね、重厚感がいいねみたいなコメントが多かったんですけど、あえてね、スタイリッシュな感じに最近ちょっと寄せていってます。もちろんね、デビルメイクライとかベヨネッタほどのスタイリッシュさとかスピード感はもちろんないんですけど、反対にダークソウルとかフォーオナーと比べると、うちのゲームの方がかなりスピード感は上ですよね。そうなんです。ちょうど中間あたりを狙ってて、重さとスピード感の両立みたいなところが一応目指すべきところかなとは思ってるんですけど、例えば弱攻撃一つを取ってみても、うちのゲームってめちゃくちゃ発生は遅いんですよね。弱攻撃、側撃ってこのゲームでは呼んでるんですけど、一番速いのでもね、発生20フレームぐらいかかるんですよね。スピード系のゲームと比べると、あくびが出るほど遅いですよね。ただし反対に硬直フレームっていうのはかなり短めにしてるんですよね。攻撃した後に別の攻撃とかステップとかガードで硬直の大部分をキャンセルできるっていう仕組みになってます。発生フレームはね、どうしても遅くせざるを得ないっていうところがやっぱりゲームシステムからね、要求されてたりするんですよね。そうです。うちのゲームは相手の攻撃をね、見てから、右から切ってきてるから右に対してパリしようみたいなことをしないといけないので、発生フレームはね、どうしても遅くせざるを得ないという形なんですが、その代わりに硬直の大部分をキャンセルできるという仕組みを入れることによって、プレイングの感覚としてはたくさん操作できるんですよね。操作して硬直キャンセルしてまた操作といった感じでガチャガチャたくさん動かせるんですよ。で、実際キャラもね、ガチャガチャたくさん動いてくれてるわけなんで、それでゲームバランスとスピード感の両立っていうところをね、うまく実現してるわけなんですが、その戦闘システムにおいてね、この衝撃波を放つ技はあまりにもスピード感がなかったんですよ。発生フレームに関してはね、先ほども言った通り技の強さとかもあるんで、これくらい遅くていいと思うんですが、足を止めてて全然疾走感がないのがやっぱり一番の問題ですよね。というわけで、こいつのモーションをとりあえず足を動かすようなモーションに変更していきたいと思います。はい、というわけでモーション修正してきました。どうですか？めちゃくちゃ良くなりましたよね。これね、下半身のモーションは刀の右銃撃から持ってきてます。で、反対に上半身はね、旧バージョンの衝撃波のモーションをそのまま採用してます。こういう時ね、回転のムーブがめちゃくちゃ使いやすいんですよね。マジで便利。どれくらい便利かっていうと、ジョジョの7部における回転の力ぐらい便利ですね。というのはちょっと言い過ぎなんですが、回転させとけばね、なんというか動いてる感というか、疾走してる感がめちゃくちゃ上がるので、こういう時は便利ですね。他にもね、滑る動きとか、地面に手をつく動きなんかが結構ケレン味があってね、疾走感出しやすいかなと思います。実はね、この前実装したばかりの武器チェンジアクションに関しても、回転の力を少しお借りしています。ありがとう。それしか言う言葉が見つからない。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。